ダンスで、はい、優勝おめでとうございます。優勝が決まった瞬間どんな気持ちだった？いやもうやったったーって出てきました。 CM ぐらいのレベルで撮影したいなと思ってます。そしたら文三郎さんのところでも使ってもらえるし、うちも使えるので、1000万をそのお金につぎ込みたいとは思ってます。何を持ってダンスをやりたい？私の時代ジャズダンススクールとかがあんまりなかったんですけど、高校生とかですかね。ダンス甲子園とかもちょうど同じ世代だったんで、こういうダンスが世の中にあるんだって衝撃を受けて、その時のジャネットの PV とかを見て、リズムネーションとか。そうです、もうかっこよすぎて、今もそうですけど色あせてないくないですか、あの時のって。私こういうダンスしたいんやわ。もともとダンスとか音楽がすごい好きだったんですけど、どういう風にダンスを始めていくか、ダンスやりたいなと思ったのは高校入ってから、いとことダンス教室に行こうみたいな話になって、でもいとこはやっぱり私ダンスせえへんわって言われて、で一人でダンススタジオ見学に行ったり。ダンスがポピュラーじゃなかったしね。全部ダンススタジオもめったになかったしね。ないです。昔あった番組を小林克也さんが MC してて、あれをもう録画して、関西やったらサンテレビでやってる。そうです、サンテレビなんですよ。超マイナーなテレビ、週1回のそれが楽しくて、録画して向こうの MV 見て。始めたきっかけはジャネットやけど、どう始めたん？まず梅田にあるアミューズっていうスタジオ、横井君とかもいましたよね。林田さんが教えてたんですよ。ああそうやな、梅田とか福島の。はい、1年だけ通いました。いろんな先生習ったりして、でもやっぱりそこにいても自分のやりたいダンスじゃなかったんですよね。大学入ってから、自分でお金貯めてニューヨークに1回行って、19の時に向こうのスタジオ BDC とかに行ってこれやってなったんですよね。今じゃなくて前の BDC なんで、結構古い建物でめっちゃ広いスタジオあって、もうそこにもう50、60人の世界から来てる人たち、その中で自分を出すっていう踊りをみんなすごいしてて、後ろの方でもうこんな感じで「見えへん前」みたいな。でもその前にいる黒人の女の子とかがもうすっごい露出して踊ってるわけですよ。もう衝撃的で、どっぷりその世界に一瞬でハマったっていうか、そっからですかね、自分のダンスをちゃんとやらなあかんねんやって思って、で日本帰ってきて、そのスタジオ行ってた時の仲間でマリちゃんとか佐々木智子ちゃんとかと一緒にチームのナスティを作ったんです。途中から土井さんが入ったり、ゆきえも後半の方ですよね、東京に入江京子ちゃんも入ったりとか、メンバーは変わるけど、一番のベーシックは私とその斉藤真理ちゃんがやっぱり最後まで頑張ったって感じですよね。土井さんの方が全然私よりも先に活躍もしてたし、同い年だったのもあって一緒にやろうみたいな。でナスティでディライト出たんです。土井さんだって大阪ダンスディライトグランドチャンピオン大会の優勝チームで、セブン G ですからね。懐かしいな。MC ゆかりちゃんとね同じチーム。そうですそうですそうですよ。もうこれを知ってる人少ないですよね。それはもうそんな誰も知らない。ね、誰も知らない。そういういろんな人との出会いがあって、ナスティっていうチームで10年間活動してました。ジャパンも行ったよ。ジャパン行きました。ベイサイド時代ですから、ベイサイドのあそこで映像撮ってコメント裏でみんなこう「ナスティです」みたいな。それなんかで一回送ってきてたじゃないですか、原田さん。大爆笑しましたけど、どっから出てきたんかなと思って。B ブロック18番のナスティです。めちゃくちゃ頑張ります。お願いします。でもあれがあったから今の私は絶対、みんなそうですけどね、ディライト大きかったですね。本当ジャズのチームはエントリーいつも2チーム1チームとか、もう勝てっこないじゃんみたいな。勝てっこないっていう頭でやってた。そんなことないですよ。勝ちたい、そんなの絶対出る以上はもう勝ちたいし、こののりちゃんの性格からしてそんなことありえないですよ。だから土井ちゃんとどっちが勝ったなっていう感じで、どこがダメだったんですかって言われたもん。そこは覚えてるんですか？めちゃくちゃ覚えてるよ。突っかかってくる子やっていう。
でも原田さんはやっぱ怖い存在っていうか、私からしたらそんな喋りかけられへんと思ってたけど、年下に投げかけてくる原田さんのその感じがなんか面白くって喋ってもいいやみたいななって、それぐらいから「なんでジャズって勝てないんすか?」みたいな「知らんわそんなもん」みたいな「そんなもん知らんわ頑張れよ頑張ったらええねん」みたいな「あかんかったな今回も」とか今回は原田さんにあかんって言われたわとか言って帰りながら「なんで言われなあかんねやろ!」とか言ってめっちゃ悔しい思いはしてましたね。でもそうやって俺喋るっていうのは気合入ってて、気持ちいい子って思ってたからね。あ、本当ですか、嬉しい。でもなんか言われてたからクソと思ったし、いやもうほんま頑張ろうっていろいろ思えたし、ダンスアタックの初期の頃とか、毎年ジャッジしてたと思います。ジャズのチームってほとんどおらんかったわけや、はいはい、そうです。でジャパンに上がってるジャズのチームも少ないし、ジャズが伸び始めて、アタックとかジャズダンスの子絶対いっぱい出るやん。ジャズダンスのジャッジは絶対いる、もう呼ばざるを得ない。毎年呼ばれてたと思います、私だから。だっておらんねんもんね狭い枠でもそこで私がジャッジさせてもらってたから、学べたことがめっちゃあります。そのジャッジする側がどういうふうに見てるのかなとか、どういうふうに映ってて今のキズたちがどんな感じなのかっていうのがすごい勉強になったから、自分がジャッジしなくなった頃に自分の生徒を出したら、攻略法じゃないけどいろんなジャッジをいっぱい経験させてもらって、やっぱそこで学べて吸収できたことが自分の生徒にも教えになれるからありがたかったですね。初めてジャッジしてとか言われた時もめっちゃ嬉しかったです。教える上で心がけてること。スタジオやってるので3歳4歳から、で、上は本当に20歳の子とかを相手にしてるんで、クラスによってやっぱり違う教え方があって、ちっちゃい子には本当にとにかく楽しむ、嫌いになってほしくないんでダンスを。でも小学4年5年生ぐらいのちょっと高学年クラスになってから私は表現します。挨拶もそうだし、あと返事をすることとか、みんなこう分かってるって言った時に今の子たちって結構っていう子がめちゃくちゃ多くて、ダンスじゃなくってすごいそういうことがめっちゃ昭和なんで大事にしてますね。私独特の振り付けとかスタイルがあるので、なんかこの自分の世界観みたいなのをなんか作ってほしい。真似しなくていい、ロボットじゃないからダンサーは。綺麗に揃えることももちろん大事なんですけど、じゃなくってもっと自分の出てくるものを大事にしてほしいなと思って、自由に踊るっていうのはキッズのクラスからやってて、自由に踊っていいっていう感覚をめちゃくちゃ大事にしたいなと思ってるんで、キッズのクラスから好きに踊ったらいいねんって、だから自分を出せばいいねんもっとっていうことをやっぱりめっちゃ心がけてる。振付師としていつも思ってること、自分がやりたい世界観をメンバーとか生徒たちに伝える、その作業が本当に難しいけど、こういうことができてることはすごいありがたいなと思いますね。私の作品作ると私の中ですごいイメージも音も衣装ももう決まってる、それをみんなにちょっとずつ毎週1回やって伝えていって、もう進むのって本当にちょっとずつじゃないですか。ダンスの作品って3分の踊りやけど、たかが3分やけど、その3分をみんなで作るためには 2,3 ヶ月かけてるわけじゃないですか。私のこの作品の愛とかテーマとか気持ちを注いでいく。だからなんか振付師としては本当にこういう仕事が出会えたことと、もう私にすごい向いてる、こんな楽しい仕事をできてることがもうめちゃくちゃありがたいっていつも思ってます。なるほど。でもその今 N イズムがフューチャーされてるけど、普通に振り付けの仕事とかも来るわけです。はい、来ます。そういう時は CM でザジーさんが踊るので、こんなヒール履いてるんで踊れないと、でこうちょっとステッキ持った振りにしてとか、テーマに合わせたもちろんニーズに合ったオーダーでお仕事はちゃんとするんですけど、自分の生徒や自分のスタジオ N イズムには、自分と魂を全部こう注げるので、それはちゃんと分けてますね。でもどっちも楽しい。どっちも楽しいです。振りをつけるというよりは映像の中の思いをちゃんと聞いた上で、めっちゃあなたに頼んでよかったって思われたいし、難しいオーダーもいっぱいあるけど、でもやってよかったってことの方が多いし、やっ
パラリンピックの時もそうだし、自分がやったことない構成をつけないといけなかったりとか、360度の中でダンサーがいろんなとこから出てきてとか、めちゃくちゃいい経験。でもみんな一流がねそうなんです決まってるから本番はやりきるんです。素晴らしいすごいよねですよ。みんなやっぱりプライドもあるし、このパラリンピックに出てるっていう気合もみんなあったので、この練習期間でようみんな頑張ったなってもうみんな言ってたんで、評判も良かったんで、やってよかったですね。なんか幸せやね。幸せ。ひかりち幸せですか。ゃんほんまにそんな風に見えますか。見える。嬉しいな。なんかすっごい喋ってて生き生きしてるもん。楽しいですもん。原田さんにこんなこと喋れるのが。いやだから幸せモードが出てるんじゃないですか。長田の自ソースバラソース使用のね焼きそば専門店いかりに行きます。楽しみです。ありがとう。お疲れ。新長田名物ぼっかけ焼きそば食べに来ました。それじゃありがとうね。楽しかったです。ありがとうございます。いただきます。では、はい。長く喋ってきました。はい。はい。将来の夢目標を。長く続けてたらいいです。高評価、チャンネル登録